GoPro 10の、水平維持リニアモードでヘルメットマウントをしてどれだけの映像になるかちょっと実験してみましょう。やっぱでかいですね。でかいし重い。4K の 60fps で撮ってますね。でこれでバイクで走ってみてどんな感じかちょっと実験ねテストしましょう。 OK、 こんなもんかな。視点はどうよ。こんなもんか。めっちゃ逆光やけどいけんのかな。めちゃめちゃ逆光なのでどうしようかな。山入る。これ峠道みたいなとこ入って、峠道ねこの辺り特にないですよね。高野山の道しかないな。高野山の道でも行きますか。水平維持はどうよ。体を倒したりするときにこう体歪むやん。体っていうか姿勢が歪むというか姿勢が斜めになるやろ。その斜めになるときにも水平維持だと常に水平を保ってくれるんだよ、自動的に。こうヘルメット重いかなと思ったけど、でも重いけど短時間であれば耐えられるレベルかな。ロングツーリングとかでこの状態で行くのは結構厳しいものがありますけど、近場のツーリングとか、ツーリングの先でちょっと取り付けて撮影しようかなみたいな時は10でもいけそうやね。これどうよ。このどう水平維持になってるかな。現時点ではどう撮れてるか分かんないから、家帰ってからチェックしないと分かんねえよ。これで音声とかも撮れてなかったら終わりやけどな。よくあるんですよね GoPro って。うまく撮れたなと思ったら音声撮れてませんみたいな。このマイクアダプターの接触が悪いのがなんか認識がされてないのか知らないが、バイクが多い。くせえ。キャブのバイクはくせえね。やっぱカジカで引き返して U ターンしましてまた戻りますか。カジカより先に行くと工事ポイントがありまして、そこでめちゃめちゃ交互通行、片側交互通行が6箇所ぐらいあるから、6箇所ぐらいあるな。やっぱりあそこの片側交互通行地獄はやばいね。柿あれだけで500円で安いな。カジカ到着。もう閉まってますけど。ワインディングロードだとどんな感じやろな。平種柿ってあれか。平種柿って種あり柿。どっちにしろ柿って新鮮なっていうか硬い状態じゃないとまずいよな。なんかもうぐちょぐちょになった柿、あれなんかばあちゃんとかあれぐちょぐちょになった柿食ってたけど。高野下の駅見ていくかな。こっちか。この裏側反対側みんないつもあそこ通るやん。でもこの裏側の道な。これでもめっちゃ細いからねこの道。対向車来たらやべえぞ。バイクやから行けるか。でここが駅やな。高野下の駅で、こっから先にまだ行く道があるから、高野下の駅を下を抜けて先に進んでみよう。またどっちみち合流すると思うけどね、さっきの道に。こっから合流できますね。さっきの道に合流。ここでかろうじて曲がるか、バンクするか。ここなくなってる。ドライブインみたいなとこもう完全になくなっとるやん。ここも工事やってますね。なんか全く知らなかったがここも工事やってたんや。なんか削っとるぞ。
うわ、なんか変な感じやね、やっぱり。バンクしてんのに水平維持されてる。ここいいやん。どうこれ、わかんないかな。この道はどうよ。柿畑。そんなにワインディングしてなかったか。これ水平維持ってどうやってるかというと、まあ普通の映像をまず撮って、でそれを修正してるんですよね。AI っていうか、まあチップ処理でそういう処理をしてる。普通こう斜めになってる映像を切り取って、でこうひっくり返すっていうか、ちょっと回転させて水平になるようにやってるから、もう常に処理してる状態になるから、おお、見晴らし。太陽がもう沈もうとしてる。だからまあ常に処理をしている状態になるので、まあ本体の発熱はそれだけ増えるかもね。本体の負荷は増えるってことやからな。よっしゃ、夕日に向かって走ろう。夕日に向かって走るぜ。秋になってくると太陽沈むスピード速いよな。もうあんなとこまで行ってるという、さっきより圧倒的に。でまあさっきのワインディングロード行くか、もう一回で水平維持の最終テストと行こう。水平維持の最終テストと行こう。お前見れる映像になってんのかねこれ。逆にキモい映像になってるかもな。水平維持切った方がまだ自然な映像になるよね、こういう時って。バイク乗りからするとここもあれやん、絶景ポイントやん。このカーブともう一個だけか。もうちょっとなんかな、これは下りだとそうでもないか。下りだとバンクしないな。まあそんな感じですね。どういう映像になってるか、まあ帰ってから見ましょう。